皆様、本日はご多忙の中、多くの報道関係者の皆様にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。また YouTube でご覧のファンの皆様、大変長らくお待たせをいたしました。ご視聴ありがとうございます。それではただいまよりスーパーフォーミュラネクストゴープロジェクト発表会を始めさせていただきます。司会進行は私ピエール北川が務めます。どうぞよろしくお願いします。さて、本日はホンダウェルカムプラザ青山の会場をお借りいたしまして、新型コロナウイルス感染防止対策を講じて実施しております。会場にお越しの皆様にはいろいろとご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。それでは本日のプロジェクト発表会の流れをご説明いたします。本日の進行でございますが、3部構成で進めさせていただきます。まず第1部ではスーパーフォーミュラネクストゴープロジェクトに関する概要を発表させていただきます。第2部ではスーパーフォーミュラを代表する選手お二人をお招きいたしましてトークセッションをお届けしてまいります。最後に第3部で質疑応答並びにフォトセッションを実施させていただきます。なお YouTube 並びに Zoom の配信につきましては質疑応答のお時間まで配信させていただくことで終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。まずは本日の流れご説明させていただきました。それではステージ上これより第1部の登壇者をご紹介いたしますのでよろしくお願いいたします。まずはじめに株式会社日本レースプロモーション会長中島悟でございます。続きまして日本レースプロモーション取締役スーパーフォーミュラネクストゴープロジェクトリーダー上野義久でございます。続きましてトヨタ自動車株式会社執行役員ガズーレーシングカンパニープレジデント佐藤浩二様。続きまして本田技研工業株式会社執行職ブランドコミュニケーション本部本部長渡辺浩二様。第1部は以上の4名となります。それでははじめに株式会社日本レースプロモーション会長中島悟よりお集まりいただきました皆様へまずはご挨拶申し上げます。ではお願いします。はい、皆さん、今日は我々、JRP の NEXT GO の発表に、いらしていただきまして本当にありがとうございます。またこの場を借りまして、昨年そして今年とですね我々のこのイベントを主催していただいているサーキットさんにこの場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。コロナのおかげで大変な感染防止であるとか入場者数の制限であるとか本当に多くの人が多くの労力を使って開催していただきました。あと今年も一つ今週末鈴鹿が残ってますが、本当にこの中で滞りなくできたのはサーキットさんのおかげだと思って感謝しております。ありがとうございます。ここから先は座りですか。はい、すいません、座っていきます。すいません。この NEXT GO ですが、実は来年がですね、日本のトップフォーミュラ
F2000 が始まった年であります。それを銘打って半世紀終わった後のこの先の半世紀ということで、この名前を結構前から温めてまいりまして、今日に至っております。確か73年 F2000、それから F2、その後 F3000、フォーミュラ日本、そしてスーパーフォーミュラというふうに名前は変わりましたが、質とスピードと、等はですね、日本のトップカテゴリーにふさわしいものであり、また世界においても今のスーパーフォーミュラのスピードはかなり高いレベルにあると思ってやってきています。そこで僕がふっと思い出すというか、僕が73年が実は自分のこの業界への入った年でありまして、自動車レースに憧れ入ったんですが、実は73年、これは第一次オイルショック、日本を大変な状況にしたその年でございました。考えてみると、僕自身もレース場に足を運ぶにあたっても、燃料がとかタイヤがとか、そういった消耗するものがですね、本当に世の中から減ってしまったと。もちろんそれがある意味僕にとってはチャンスであったような気もします。実は自分はガソリン屋をやってましたんで、よそに売るものを自分の車に入れてサーキットで練習をしたというのが一つあります。そんなことも含めて、自動車レース業界、もちろん自動車メーカーに関しても多分とんでもない事態だったと、思います。その時に、自動車メーカーさんも活動を縮小されたり、また中止されたところもあったように思いますが、そこで改めてこのフォーミュラシリーズプライベーターが出現し、今に至ってるわけです。そんなピンチがあったにもかかわらず、やはりこの50年というものを、過ごすことができたというのは、やはり自動車への皆さん、ファンの方も含め全員の情熱があったからだと。諸先輩方が本当に、自動車レースを愛して、活動されてきたことがこの50年につながってたような気がいたします。そこで今度は、当時は燃やすものがなかった。今度は燃やしちゃいけない。カーボンニュートラル。さすがにこの50年で両極端なことが僕にとっては起きたような気がします。本当に危機感を持ってこの業界に関わるもの全てが対応しなければという中で、今日お越しいただいてますトヨタ自動車、そして本田技研の両方に相談申し上げ、ハード面においてカーボンニュートラル、これを達成し、来シーズンからテストを始めやっていこうじゃないかというご賛同を得ることができました。これは本当に、僕にとっては本当にありがたいことで、感謝に本当に絶えません。そんな具合で我々は来シーズン以降も活動をしていけるというふうになりました。ただお客様が一緒になって喜んで楽しんで感動し、そういう世界にならなければ
やはりこの業界は危ないんじゃないかという気もいたします。そこで、デジタルオウンドメディですねを含めですね、あらゆる手段を使って外に発信しようというのも同時に、始まります。ですからハード面とソフト面をますます充実して来シーズンから皆様方にご覧いただきたいというふうに、思っております。そして何よりも、そういったものを操るドライバー、そしてメカニック、エンジニア、こういう方々が本当に世に出て見られていくことが、多分どのスポーツ業界見てもですね、サッカーでいいことやれば盛り上がる、ラグビーでワールドカップで日本が頑張れば盛り上がるといったようにですね、やはり主役は最後には多分ドライバーであろうと思っております。僕がドライバー出身なんでドライバーって言ってるわけではありませんが、それもあるかも分かりませんけれども、そんなことでいつだったか僕がその73年、もっと前ですね、60年代の話ですが、自動車レーサーがかっこよく見えたことがありました。まだ中学ぐらいですかね。本当に日本の最初にヨーロッパに挑戦された生澤哲さん、後に僕のチームの、オーナーでもありましたけれども、彼がいつだったか日本グランプリに出場するため、ちょっとうる覚えですが、ヨーロッパから日本に凱旋された時に新聞で、確か日本航空だったと思うんですが、飛行機の羽田のタラップから降りて手を振る写真を見た覚えがあります。これがですね、僕にとって最初のレーサーかっこいいなと、やっぱりかっこよくなきゃいけないなという思いを持ったものです。この後2部に登場、2部でしたね。多分山本少年も小林少年もいつか子供の頃にそういう場面を見て今があるというふうに僕も想像します。僕自身ももちろんそうでした。彼らはひょっとしたらアイルトン・セナかもわからないしアラン・プロストかもわからない、もう少し新しいかも分かりませんが、きっとそういう華々しいレーサーの姿を見て憧れ入ってきたんじゃないかなというふうに思います。我々のやはり目標、自動車メーカーさんもちろん、それからメディアの皆さんも、業界全体がですね、やはり次のドライバー、かっこいいドライバー、今の彼らがかっこ悪いとは言ってませんが、そういう姿を見て次の子どもたちがこの世界に来たいというようなものをいろいろな我々の持つツールで示していきたいと思っております。そういったことでちょっと長くなりましたが、ご挨拶ということでさせていただきます。この後は上野の方からもう少し入り込んだ説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。中島さん、ありがとうございました。
さあ、では今ご指名ありましたけれども、続きましてスーパーフォーミュラネクスト号に関しまして、プロジェクトリーダーであります株式会社日本レースプロモーション上野義久より、具体的なところ、これをご説明申し上げます。ではお願いします。はい、皆様こんにちは。日本レースプロモーションの上野でございます。今日は大変お忙しい中、また昨日オートポリスで行われましたスーパー GT の取材からまたお越しいただく方も多数お見えになっております。タイトなスケジュールの中お越しいただきましてありがとうございます。すみません、説明の方は着座してさせていただきます。それでは私の方から今回のプロジェクトのビジョンと取り組みについてご説明させていただきます。今回の SF ネクスト号で目指すビジョン、それはドライバーズファーストでございます。モータースポーツは車を使うスポーツでございます。しかし主役はやはりレーシングドライバー。特に我々のフォーミュラマシンは同じマシン、同じ性能を有するエンジンを使うため、ドライバーのテクニックでありますとか、体力、精神力といった、いわゆるスポーツアスリートに求められる能力が勝敗に大きな影響を出ます。他のレースよりも重要と言っても過言でありません。そのようなレースであるからこそ、そこで実力を示したドライバーは、世界にも活躍の舞台が広がっております。事実、これまでここにありますとおり、数多くのトップドライバーを世界に輩出してまいりました。今回の SF ネクスト号では、改めてそのようなスーパーフォーミュラの存在意義を見つめ直し、ドライバーズファーストのビジョンのもと、グローバルにおけるスーパーフォーミュラの価値でありますとか、そこで戦うドライバーの価値を上げることを目的に、すべての意思決定を見直してまいります。そして先ほど会長の中島からもありましたとおり、将来、欧州の F1 でありますとか、北米のインディカー、そのようにアジアを代表するフォーミュラカーとして世界の子どもに憧れられ、ここでレースをすることを夢見る場所になるように、目指してまいりたいと思います。そのためにもまずドライバーの活躍を伝える情報発信の在り方、サーキットでの楽しみ方をしっかりとドライバーズファーストという観点で段階的に見直してまいります。特に情報発信につきましては、この後、具体的なメディア戦略についてご説明をさせていただきます。このドライバーズファーストのビジョンを実現するために、まず来シーズンから2つの大きな取り組みを進めてまいります。1つは技術開発のパートナーシップ、もう1つはスーパーフォーミュラの新たなデジタルプラットフォームの立ち上げでございます。まず最初にスーパーフォーミュラを通じた技術開発のパートナーシップについてご説明をさせていただきます。モータースポーツは先ほどの会長の話のとおり、過去の歴史を振り返りましても、常に車の進化とともにございました。特にフォーミュラカーレースというのは、その速さを追求した究極のレーシングカーを使ったレースでございます。その場所ではエンジンやタイヤ、さまざまな技術開発に貢献してまいりました。しかし、脱炭素社会に向けたグローバルでの環境変化によって、近年、自動車業界の必要な技術開発というのが大きく変わろうとしています。また一方、エンターテインメントとしてのモータースポーツにおきましても、今まさに進化が問われております。さまざまなスポーツ業界において、デジタルによる情報提供は目覚ましく進歩しております。そういった中、我々の見せ方であるとか、伝え方の仕方が果たしてどうかと比べてみますと、レースに例えれば残念ながら周回遅れの状況になると言わざるを得ません。そのような大きな課題をたくさん抱える中、我々は今回モビリティの技術とエンターテインメントの技術、この両輪をスーパーフォーミュラという時速300キロの実験場で共に鍛えていき、社会にとって必要かつファンの皆さんに愛されるシーズンを目指すために、今回モビリティとエンターテインメントの技術開発を目的にしたSF ネクスト号パートナーシップを発足いたします。まず、左側のモビリティの領域につきましては、ユニット、タイヤ、素材、燃料といったさまざまなカテゴリーごとに、カーボンニュートラルを中心とした技術開発を進めてまいります。特に燃料につきましては、昨日もスーパー GT の会場で発表されましたが、スーパー GT を主催します GTA さんとも連携しながら、もう来シーズンに早速、カーボンニュートラルフューエルの導入したテストを開始してまいります。また、右側のエンターテインメントの領域につきましては、この後説明いたしますデジタルシフトをキーワードに、さまざまなテクノロジーの実証実験を重ねてまいります。
実際、来年はこれらの新しい技術を搭載したテストカーを、来シーズンの開幕からレースウィークのサーキットで走らせます。そしてトライアンドエラーを繰り返しながら技術を鍛えていくと同時に、ファンやメディアの皆様たちにそのプロセスをしっかりとご覧いただきながら、未来にとって必要なモータースポーツの形は何なのかというものを作ってまいりたいというふうに思っております。そしてこのテストを重ねることで、カーボンニュートラル社会にも対応した次世代のフォーミュラカーの開発でありますとか、業界全体に貢献できるモータースポーツエンターテインメントカルチャーみたいなものをしっかりと発展させていきたいというふうに考えております。この NEXT-GO パートナーの中心は、今日ここにおりすぎております、スーパーフォーミュラを長年支えていただいております、本田さん、トヨタさんでございます。こちらの車作りはもちろんですが、エンターテインメントの領域でも、それぞれの関連会社のノウハウを含めて、一緒になって考えてまいります。現在、さまざまな企業さん、団体さんとですね、この新しいパートナーシップの締結に向けて、さまざまな協議をしております。そして今回、この SF NEXT-GO のパートナーの第1弾として、デロイト・トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社さんに、今回の NEXT-GO のストラテジーパートナーとしてご参画いただき、共にプロジェクトを推進していただくこととなりました。この場をお借りしましてご報告いたします。同社が持ちますさまざまな事業フィールドでのノウハウを生かして、このパートナーシップ全体の牽引役の立場を担っていただきまして、この SF NEXT-GO の発展を共に推進してまいりたいと考えております。続きまして2つ目の新たなデジタルプラットフォームについてご説明します。これまでのスーパーフォーミュラの中継は、ドライバーズファーストという観点において、本当にドライバーの凄さを伝えられてこられたのかと、またそのコンテンツも本当にファンの皆さんが見たいものを届けられていたのかと、いろいろと自問自答する日々がございました。課題はたくさんあったと思います。そういったものを解決していくためにですね、来シーズンから今の社会に合った新たなデジタルプラットフォームを立ち上げまして、世界中のファンの皆さんが見たいコンテンツを届けることに大きく舵を切ってまいります。具体的には、スーパーフォーミュラに参加するすべてのドライバーのオンボード映像をファンの皆様が自由に選択できる。また、車速、位置情報、オーバーテイクシステムという追い抜きのためのシステム、そういったものの残量等もですね、すべて可視化できる車両情報を掲載します。また、音声ではチームとドライバーの無線更新の会もすべて公開しまして、もうドライバーの戦う姿、全員の戦う姿を、デジタルの力をお借りして、余すことなくお伝えすることといたします。また、レース当日以外にも、さまざまな映像コンテンツを使用したり、応援しているドライバー、チームの皆さんとの交流の場として使えるような、さまざまな機能を段階的に拡充してまいります。先ほどご覧いただきましたオンボード映像や新たな情報提供につきましては、将来的には私どもの有料コンテンツとして提供していく予定でございますが、来年のスタート段階におきましては無料でご覧いただけるような環境にいたしまして、それぞれファンの皆様でありますとか、関係者の皆様の評価をいただきながら、アジャイルに解説を進めていきたいなと考えております。なお、このデジタルプラットフォームにつきましては、来年の1月頃に、このプラットフォームの詳細についてしっかりと皆様にお伝えできるように準備をしておりますので、またその説はよろしくお願いします。以上、駆け足になりましたが、私の方からの NEXT-GO につきましての取り組みの説明でございました。最後になりますが、皆様にも今後、このプロジェクトの進捗につきましてはですね、逐次お届けしたいと思っております。このように変化していくスーパーフォーミュラに、これからもぜひご注目いただきますようお願いいたします。以上、ご清聴並びに、画面の向こうのご視聴の皆様、ありがとうございました。上野さん、ありがとうございました。では、続きまして、スーパーフォーミュラ NEXT-GO プロジェクトを共に進めていただきます自動車メーカーの代表のお二人より、本プロジェクトに対する思い、そういったところをコメントにいただきたいと思います。では、まず最初なんですが、トヨタ自動車株式会社執行役員、ガズーレーシングカンパニープレジデント佐藤浩二様からお願いしたいと思います。お願いします。はい、トヨタ自動車ガズーレーシング佐藤でございます。日頃からですね、モータースポーツに対しますご理解、ご支援をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げたいというふうに思います。ただいまJRP の方からご説明がありました通り、今回 JRP それから本田さんとともに
スーパーフォーミュラを中心としてモータースポーツを盛り上げていこうということで、共に尽力をさせていただくということになりました。でモータースポーツにはですね、3つの技があろうかと思います。ドライバーの技、それからメカニックが車を仕立てていく時の技、そして自動車を進化させていくエンジニアリングの技と、中でも今回我々注目しておりますのはドライバーファーストというキーワードがありましたように、モータースポーツアスリート、このモータースポーツアスリートがもたらす我々に対するいろいろなものに対してもっともっと多くの方に知っていただいてモータースポーツを応援していただきたいと、そんな思いでおります。そういったような考え方は、今日ここに登壇しているものも完全に一致しておりますし、ホンダ、トヨタ両トップがですね、完全に同じ思いとしてこのプロジェクトが進行しています。ご説明の中でカーボンニュートラルフューエルの議論が少しあったかと思います。本田さんとともにこの場を使ってですね、将来のそういうカーボンニュートラルなエネルギーとはどうあるべきかということを、この場を使って実証実験を一緒にやっていきたいというふうに思っております。そういう意味ではアスリート、いわゆるスポーツとしてのモータースポーツ、アスリートとしてのモータースポーツアスリートとともにモータースポーツの在り方が少し社会性を帯びてくるという変化の時期を迎えているんじゃないかなというふうに思います。そんなような思いを持ちながら会社の垣根を越えてワンチーム、一丸となってですね、みんなでさまざまな挑戦を進めてまいりたいと思います。引き続きぜひともご理解ご支援のほどお願いしたいと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして本田技研工業株式会社執行職ブランドコミュニケーション本部本部長渡辺浩二様、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは、ホンダの渡辺でございます。日頃はホンダのモータースポーツ活動に対しまして多大なるご理解またご支援を賜りましてこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。今回トヨタさんをはじめとする非常に強力なパートナーの方々とともに NEXT-GO プロジェクト、このメンバーの一員になれるということで大変嬉しく思っております。これまで数多くのレーシングドライバーがスーパーフォーミュラで好成績を上げてその後に世界の頂点レースで活躍をしてきました。F1 世界選手権シリーズで活躍しているピエール・ガスリー選手、また北米のインディーカーシリーズで今年の総合優勝を果たしたアレックス・パロー選手、またル・マン24時間レースの優勝経験のある中島和樹選手や小林可美選手もスーパーフォーミュラーの出身です。そんな世界のトップクラスのレーシングドライバーとごして戦えるスーパーフォーミュラの選手たちをもっと多くの方々に知っていただきたい、もっと多くの方々に応援していただきたいという、こんな思いからこのプロジェクトが立ち上がっております。ドライバーズファーストという言葉がありますように、今サーキットで真剣勝負をしているレーシングドライバーの皆さんに対してもっと脚光が当たるスーパーフォーミュラが日本のみならず世界から注目される、そういうシリーズになるようにトヨタさんをはじめとしたパートナーの皆様方と一緒に取り組んでまいりたいというふうに考えております。ホンダは DNA であるモータースポーツ活動を通じて技術と人を研鑽してきました。今後も継続して世界のトップカテゴリーで活躍できる若手ドライバーを育成していきたいというふうに考えております。そしてレーシングドライバーだけでなくてエンジニアやメカニックも含めたモータースポーツ業界で輝く人材を育てて日本のモータースポーツ振興に尽力していきたいというふうに考えております。今後とも皆様のサポートをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは以上をもちまして第1部は終了となります。皆様ご清聴ありがとうございました。そしてご視聴の皆さんもありがとうございます。それではですね、引き続き第2部をここから準備させていただきますので、恐れ入ります。ステージ上の皆様、一旦ご講談をいただけますでしょうか。後ほどお呼びさせていただきます。はい、まずは一旦失礼させていただきます。後ほどトークセッションで皆様にはまたたっぷりと語っていただこうかと思います。それではここで舞台転換をさせていただきましてトークセッションに移りたいと思いますので、準備が整いますまで皆様少々お待ちください。さあ、皆様お待たせをいたしました。それではステージも整いましたので、続いて第2部始めさせていただきたいと思います。ここからはトークセッションということで、進行は引き続き私、PL 北川、そして先ほどご登壇いただきました皆様、まずはご登場いただこうかと思います。では皆様どうぞよろしくお願いいたします。第1部に引き続きまして佐藤さん、中島さん、そして渡辺さん、上野さん、今一度ステージの方にお願いいたします。さあ第2部はトークセッションということで、ちょっと私も肩の力を抜いてですね、いろいろとお話を伺っていこうかなというふうにも思っておりますが、はい、皆様よろしくお願いします。では続きまして、先ほど冒頭来ね、ご説明もありました通り、今日はですねスーパーフォーミュラを代表する選手お二人も来ていただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。まずは TCS 中島レーシングの山本直樹選手、そして KCMG の小林可夢偉選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ドライバーお二人もよろしくお願いします。どうぞおかけになってください。さあということで、先ほどはですね、4人でいろいろと今後のですね50年というお話を説明をし、そして思いを聞かせていただいたわけなんですが、続いてはですねドライバーにも来ていただきましたので、いろいろドライバーからもね、どんな話が聞けるかなと思うんですけれども、まずは小林可夢偉選手。はい、私も長年実は MC でこのホンダウェルカムプラザ青山でいろいろなイベントの司会をしているんですが、まさかここで可夢偉選手に、トヨタドライバーの可夢偉選手にこうやってお話聞けるとは。そうですよね、はい、僕もここでこうやって喋る日が来るなんて本当に思ってなかったです。実は10年前、まだ僕がトヨタに戻る前に、はい、F1 がどうなるかっていう時にここに何回来ようとしたかという会話をさっきしてました。まあそれぐらいなかなか立ち入れなかった場所に、こうやって来れて、そして何を言おうが、はい、ここにね、ホンダの、車2台、はい、インディーカー、はい、そして F1 があって、その間にトヨタの車もあるという、そうかなりですね、歴史的な日になったんじゃないかなと思ってます。その中でやっぱり今先ほど、一部で言われたように、今やっぱりこうモータースポーツだけではなく自動車産業として、抱えている問題っていうのは本当にメーカーを超えて戦わないといけない問題なんじゃないかなっていうのが僕は正直伝わってきます。それがやっぱりこういうふうに形になってきて、先ほど言われたように、レースの見せ方、そしてカーボンニュートラルに向けた目標も、
メーカーを一緒にやっていくっていう風になったのはスーパーフォーミュラとしてはもちろん50年なんですけども、自動車として言えば100年ぐらいかかって、本当にここはみんなで協力しようよという瞬間になってるんじゃないかなと。その中でやっぱりモータースポーツという意味ではこのスーパーフォーミュラは日本のカテゴリーの中では一番トップと言われてて、さらに本当にフォーミュラカーの中で例えば先ほど言われたようにアレックス・パローがインディーカーにいた2年目でチャンピオンを取ったりと、本当にスーパーフォーミュラって非常にドライバー目線で言わせてもらってもすごくレベルが高いレースです。でこのレースがやっぱり今後もっと注目されてほしいし、やっぱりドライバーとしてこういうスーパーフォーミュラで若い子たちが挑戦したい夢を持ってこのレースに出たいって言ってもらえるようにこれからこの時代の大きな変化の時にしっかり今はちょっと周回遅れと言われたんですけども追いついて一日でも早く若い子たちが夢を見るような世界を作れるようにドライバーとしても頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。熱い思いを聞けてなんかワクワクしてきましたが、さあお隣の山本選手も、昨日までねスーパー GT を、九州で戦ってて今日はこちらに来ていただいたわけなんですけれども、山本選手といえばねやっぱり現役最多のチャンピオン、2013年そして18年そして2020年と。3回このトップフォーミュラでチャンピオンを取ってるんですが、もっともっとやっぱりみんなにこのドライバーズバトル、そしてこの真剣勝負、知ってほしいし見てほしいという思いは人一倍強いんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがですか。はい、僕もこのスーパーフォーミュラを、今年12シーズン目になるんですけども長いこと参戦してきて、ここを走るまでに、まず夢を見てレーシングドライバーに憧れを持って、この世界に飛び込んできたんですけども、僕も若かりし山本少年時代は中島悟さんに憧れ、いつかレーサーになってみたいなと思い、レーシングドライバーを志したんですけども。ありがとうございます。いい実は今うちのチームのドライバーです。なるほどなるほど。ちょっとごますってるかな。そういう関係性もちょっと中島会長さんが、草和選手に憧れてかっこいいなということで、1970年代のお話をされてましたが、その頃は山本少年か姿も形もなく父親もまだ学生だったと思うのでかなりあれなんですけど、でもそういうふうに中島さんが生沢さんに憧れ、そして僕も、中島さん、そして、アイルトン・セナ選手ですとか、そういう選手に憧れを持ってレーシングドライブを志した経緯がありますので、また僕たちの次の世代の若い子たちが、小林可夢偉選手や、僕、そして今現役で、今年チャンピオンを取った野尻智樹選手、そういった選手が現役で活躍している選手を見て、私もスーパーフォーミュラに参戦したいと、そういうふうに魅力を持ってワクワクするようなレースっていうのを、みんなで展開していき、将来この場で活躍したいと思ってもらえる、そんなシリーズに僕たちも少しお役に立てればなと思っています。先ほど山本選手ね、少し具体的ないろいろなプランっていうのが上野さんからもいろいろ説明があったと思いますけど、耳に入ってきたと思いますけれども、どうでしたか。ちょっと今後いろいろワクワクしそうだなっていうものございましたか。そうですね、ドライバーズファーストということで、非常に僕たちに日頃スポットライトは非常に当たっているものの、さらにスポットライトを当てて僕たちの活躍をさらに世界に発信、国内外問わず発信してくださるということで、非常に嬉しく思いますし、スーパーフォーミュラはじめスーパー GT もそうなんですけども、やはりメーカーがしのぎを削って、ホンダの山本に負けない、トヨタの小林に負けないっていうような構図があって、レベルが上がってきた経緯もあると思うんですけども、一部でもありましたけども、メーカーの垣根を越えて、もちろん僕はホンダのドライバーとしてホンダのプライドを持ってレースはやってるんですけども、ここに登壇されている皆さんはメーカーの垣根を越えて、まずはこのスーパーフォーミュラというこの舞台を大きくして、より魅力的な場に
するべく、皆さんメーカーの垣根を越えて力を注ごうとしてくださっているので、まずはそういうステージを大きくして輝かしいものにした先に僕たちドライバーが頑張ってそれを見た若い子たちですとか、あとファンの皆さんがよりスーパーフォーミュラをまた見たいなと思ってもらえたら嬉しいなとは思ってます。なるほど。カムイさんなんかはあれですよね、やっぱり F1 も経験してきてるし、ウェックでも今現在進行形で海外も見てますから、国内に帰ってくるともうちょっとこうしたい、ああしたい、もっとこうすればファンといろいろとこういうなんかいいアピールができるのにっていう思いは人一倍ちょっとね持ってたりもしたんじゃないですか。すごいぶち込んできますねそれ。いやいや、多分そういう思いっていうのは本当にそれはずっと思ってたことで、多分隣にいる上野さんなんかは F1 時代から結構お知り合いですから、結構いや神さんの方が逆にぶっ込んでたんじゃないですか、上野さんに。やっぱり正直言うと、F1 をやった時代 F1 はすごくいろんなことは常にチャレンジをしてたんですけど、アメリカのレースに行くとアメリカのレースはアメリカのレースで面白さ、レースの面白さ、楽しさの伝え方ってまた全然違うなっていう形が見えたりして、その中でいくとやっぱりその土地土地に必ず合うようなレースの見せ方ってあるんじゃないかなと個人的には僕は正直思ったんですよ。だから F1 の真似することが日本で必ずしもよくいくわけでもないと思うし、アメリカのフルコピーをすることが成功でもないと思うんですよ。ただそしたら自分の土地土地に合った、例えばファン層、ファンの人がどういうのを期待してレース現場に来ているのか、そういうのをしっかりリサーチして、まずはやっぱり日本の皆さんに、レースをもっと応援してもらう、もっと知ってもらう、そして、アジアの周りのこの日本の近々の国ですねの人たちにも、わざわざ飛行機を乗って見に来たいって思ってもらえるようなレースにできればいいなと思ってるんで、確かに経験はしてきたんですけども、まずはやっぱりこの土地土地にあった応援したいなっていう気持ちを皆さんで考えて、それを伝えていければなっていうふうに思います。はい、上野さん結構プレッシャーが大きないろいろ言葉が出てきましたね。今一応メモを書いて、手書きでなんか書かれてましたね。大事なドライバーズファーストですか。いやでも上野さんも今いろいろと具体的にねお話もいただきましたけれど、多分そういうドライバーの声っていうのはいろいろ耳に届いてきてたのは事実で、はい、いろんなアイデアをいただいてるんですけど、なかなかそれ具現化するの難しくて、やっぱりこれプロモーター一人ではなかなかできない作業ですね。今回そのパートナーシップもやはりそのいろんな方々のお力を借りながらどんどん仲間を増やしていく、そういう作業の延長にそういったものが達成されるのかなと思ってますので、でも本当にもうこれ聞いてる方いらっしゃったら、ぜひ俺たちもパートナーになりたいっていう方いらっしゃったら、ぜひこれも企業とか団体問わずですね、どんどんアイデアを出してほしいと思ってますね。僕は技術的なところはなかなかちょっとまだまだ知らないことが多いんですけど、さっきエンタメのところでなんかゲームとかアニメとかっていう項目も出てきたりとか音楽とかなんかいろいろそういうもういろいろ接触をしていろいろいろんなアイデアを今本当にこれはもう NEXT GO っていうキャッチフレーズにしてよかったなと思っているのが、僕らずっと今までやっぱコロナの問題もあってすごく足元の課題に追われてたんですけども、50年っていうふうに考えるとなんか若い人からいろんなアイデアが出てくるんですね。例えばそのゲームとリアルのレースとゲームを融合させてね、例えば川上君と一緒にレースができたりだとか、あとその AI なんかは今感情 AI って言ってですね、その車のその状態を人間の感情に置き換えたりする。山本選手なんかが本当に鼻歌を歌ってトップ走ってる時に実はマシンが泣いてるとかね、苦しくてそんなこともアバターで表現できるようなことまで考えていくといろんなアイデアが出てくるんですね。そんなことをいろんな場所でレースの会場で実験しながらファンにお届けしてファンに選ばれるようなシリーズにしたいというふうに思ってますね。さっきグランツーリスモのリバリーですかね、ネクストゴーのちょっとかっこいいでしょ。かっこいいです、かっこいいです。もう実際走ってるみたいにちょっと具現化したね、ああいう映像が見られると。あれ CG でございます皆さん。今出ました、これね CG ですね。でもこういうカラーリングでテストもするというようなことになると思うんですけれども、そうやって考えるといろいろとさっきのその燃料のこれからテストもそうですし、そのゲームだったりアニメだったりもそうですけど、エンタメの方ももうとにかく1秒たりとも無駄にできないぐらいなんかいろいろなことやりたくてしょうがないって感じですね。そうですね、はい。もう今は本当にもうどんどんアイデア出しで、この1年間どうやってテストしていこうかっていう。佐藤さんも大変なあれですよ、 JRP の方相当いろいろなことをリクエストされると思いますよ。いやもうどんとこいですね心強いです。いや僕は本当にね、上さんも山本さんも
レーシングドライバーがね、はい垣根を越えてみんなでやろうよってこう挨拶をしてくれたのはもう本当に今のこのチームの雰囲気をね象徴してくれてるんじゃないかなと思うんですけそんな感じしど、ますね。かつてねモータースポーツ詳しい方は T だ H だってこういう時代があったことをよくご存知だと思うんですが、はいここでこのメンバーでこの会見やってるっていうことが、はい今の我々の立ち位置を示していると思うんですね。でカーボンニュートラルに向けた動きっていうのはやっぱりどこか一社が頑張ればいいということではないし、うんメーカーだけが頑張ればいいということではないんですよね。うんだからみんなで連携をしてやっていこうって、我々特にカーボンニュートラルフューエルについてはWRC のノウハウだとか、今後進んでいく話があったり、本田さんは本田さんで、後で渡辺さんお話になると思うんですけどやられているので、うんいろいろなノウハウを持ち寄ってスピードを上げながら、うんこうカーボンニュートラルフューエルっていうのをどうやってこう確立させていくかっていうことをアジャイルにやっていきたいと。そのための情報共有っていうのはもうオープンにやっていこうと。うんで昨日GTA スーパー GT の方のはいGTA の会見がありましたけども、そこで坂東さんもお話をされてましたが、カーボンニュートラルフューエルについては、スーパーフォーミュラーとそれからスーパー GT とうん連携しながら、一つの塊となって、みんなで動いていきたいなというふうに思ってます。それこそもうモータースポーツ業界全体でみんなで手を取り合っていろいろ新しいことにチャレンジしていこうということがね今進んでいるわけで、今ちょうど渡辺さんちょうどありましたけれども、いろいろとホンダとしても今この間そういえばね新しいモータースポーツの発表もあったりとかもしましたけども、はいいろいろと動きはどんどん進んでいるようですね。そうですね、まずはトヨタさんと一緒になって日本のトップカテゴリーであるスーパーフォーミュラっていう同じ舞台を使ってそこで同じ目標のカーボンニュートラルの実現っていうところを切磋琢磨しながらですね本当に一緒にやれるっていうのは本当にワクワクうんしますよね。なんでしょうね、いろいろとねメーカー間の問題っていうかねあると思うんですけど、そういうところをちゃんと垣根を越えながら、うん同じ夢を実現できるようにですねやっていきたいなというふうに本当に楽しみに思ってます。ねえ、なんか本当に僕多分名刺の交換をされているような風景っていうのは私もサーキットで拝見したことはあると思うんですけど、こうやって一つのステージでモータースポーツについて一緒にね同じなんて言うんでしょう志方向を向いてでこうお話しするっていうのは鴨井さんちょっと感動してきちゃった。なんか新しいこと始まるね。いや本当に今それを聞きながら思ったのは、例えばホンダのドライバーがトヨタのエンジンに乗ってトヨタのドライバーがホンダのエンジンに乗ったらダメなんかなとかちょっと思っちゃったんですよ。むちゃくちゃかもしれないですけど、いやさっき裏で山本選手に、はい森蔵さんと一緒に水素エンジンの車乗らないって誘ってましたから鴨井さんが誘ってたんですか。いやダメなのかなってちょっと思っちゃう。やっぱりこれってやっぱり今までそしたらトヨタのドライバーは、はいトヨタのエンジンしか乗れないのかっていうところが、多分今やろうとしてることは今まではどっちかというと熱効率のエンジンの開発が多かったと思うんですよ。でもこれってもっと違うどういう特性のエンジンが良かったんだとかいうところをもっと例えばそうしたら水素ができた時にそれをしっかりフィードバックしてやっぱりいいものをまずベースで作ろうよとか、なんかそういうところにつなげれると本当のこの産業のこうプラスになるんじゃないかなって思っちゃったんで、今なんかそれを聞いてそういうことできたらもっと良くなりそうだなってちょっと純粋に思いました。山本さんもねちょっと渡辺さんがいらっしゃる前ではなかなか話しづらいんで僕からこう今トスを渡しますけどルマンの車相当興味津々でしたもんねトヨタのね。渡辺さん聞いてないと思うんで言っちゃうんですけど、でもドライバーとしてはやっぱ興味はありますよね。ですよね。やっぱりレーサーとしてレーサーの前にやっぱ車が好きなので、やっぱルマンで活躍された車がどういったものなのか、正直僕スーパーフォーミュラスーパー GT、F1 も一度経験させてもらいましたけど、もっともっとこういろんな車を経験することによって自分の引き出しを増やすこともできると思いますし、すごい興味はありますね。チャンスがあったら乗ってみたいってぜひ言ってみてもいいんじゃないですか。それはどちらに宛てにお伝えすればいいですか。でもルマンの車本当かっこいいですよね。やっぱり、もうあそこに置いてあってもう感動しました。不安はねお互い褒め合いっこでも2023年にアキュラはルマンに来ますからね。
本当ですか？でもまあそんなことがあるといいですよね。新聞で読んだ話ですけどみたいなね。でもこうやって中島さん、ちょっと今僕ね、このステージすごく自分でなんかここにいてすごく素敵な時間だなと思ったんですけど、おっしゃってた、今までの中でオイルショックで我々はピンチになったという話をしてて、そこでまたプライベーターっていうのが出てきて、自分はチャンスになったけどもねっていう話ありましたけど、今ちょっといろいろとコロナでね、世界中が混乱したりとか、我々もいろいろ大変な状況だったんですけど、今すっごいピンチだったと思うんですけど、これネクストゴーで大きなチャンスを作れそうですね。どうですか中島さん。いやもう本当に我々50年、僕は本当に昔の話しかできませんが、たくさんありましたよ。オイルショックはそのうちの一つであって、もちろん新しいところではリーマンショックであるとか災害であるとかいろいろありましたよね。ただ本当はピンチは欲しくはないですピンチはなくなるほど。順調にいってくれるのが一番いいとは思うんですけれども、やはり人間ある種追い詰められた時にはなんとかのバカ力も出ることもありますし、この1年上野君も含めいろんなことを考えてきた中でこういう形ができましたので、すごく今の僕としてはですね、嬉しいしありがたいことだと思います。でいろんなシステムを使っていろんなそのドライバーのあれを暴いたりとかですね、暴くというと変ですけども競争してみたりとか、そうですね、山本君がよく無線で喋りますからね、今度はこれ全部流れますから来年はちょっと気をつけてなみたいなね。これは全部流れるのが分かってたら話すのはやめようと思います無線は全部聞けるんですかね、このアプリを通じなくなっちゃう可能性あるね。方向で聞ける方向で、ちょっと待ってそんなことよりもやはりデジタル含めね、車もカーボンニュートラルももうドライバーのことも全部含めてね、自分の時代はどちらかというとハード先行であった、ね、でかっこよく言えば走る実験室だという感じで、我々がやったことが例えばね市販車に電子制御燃料噴射になったとかね、それがレーシングカーでやって次になるとか、そんな時代をずっと経験してきたわけですよ。それが今度デジタルも含め全部が逆に我々の JRP このスーパーフォーミュラーでなったことが、トヨタさんもホンダさんもまた市販車に何かが使えるともっと嬉しいなと思うんですよ、このデジタルを使って自動運転のなんかにも小林カムイ山本ねが運転する姿と同じように自動で走ってったらすごいですよ例えばですよ例えばそんな風にやっぱりレーシングドライバーのやってることって本当にすごいんですよ。だから本当に昔は我々走る実験室っておだてられていろいろやってきましたけども、今度また新たなこのトータルで市販車にも役に立つようなことが発信できるように上野君頑張ってください。でなると本当にやりがいもあるし、そうですね、どんな部分かは分かりません、でもそういったことがなっていけばもう僕は昔のことは言いませんっていう感じ、本当にこの将来ね、自動車がどういうふうになっていくかっていうのは本当にはっきり分かりませんけども、そういうののどっか一部分でも、このやってる今輪っかがね2個ありましたよね、ハードとソフトのね、技術の方とエンターテインメントの方と、でこれが本当にこううまく融合した時に新たな自動車へのものを入れられたらもうこれ最高です。なんかいろいろこうね思いを本当に熱いものをお持ちなんだなっていうのはいっぱい言葉に出てきたんですけれども、そろそろちょっとお時間の方もないんですが、改めてねドライバーのお二人せっかくこのトークステージに来ていただきましたので、今日はね実はこのメディアの皆様だけじゃなくて YouTube を通じてファンの皆さんにもオープンにこれからのこの NEXT GO50 年を期待してもらおうということでいっぱい見ていただいてるんですね。そんなことも踏まえた上で、ぜひ来シーズン以降のスーパーフォーミュラのファンの皆さんに対してね、まずはちょっとカムイ選手そして次に山本選手とメッセージをいただきたいというふうに思いますが、カムイさん。
はい、本当にまずは、こういう、変われるチャンスっていうのはそうめったに来ないと思うんですよね。だからこのタイミングで絶対変わらないといけないっていう、気持ちもあると思うし、本当にすごく、パッと見ただけでこれはそう簡単にはいかないなっていうのも自負してます。なるほど。ただ本当にこれからこの自動車産業だけではなくモータースポーツっていうものが単なる車を走らせるスポーツっていう認知だけではなくて本当にもっとどんなことを細かいことをしているのかとか、ドライバーがアスリートとしてちゃんと、理解されるように、ドライバーとしてもしっかり発信しながら、できるだけ、来年からも、このスーパーフォーミュラともに、しっかりモータースポーツの貢献盛り上げっていうのをやっていきたいなと思うので、ぜひ皆さん、来年からもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて山本選手お願いします。はい、目標を掲げることは比較的、正直簡単なことではあるのかなと思いますので、それを具現化して、実行させることが非常に難しいと思うので、このプロジェクト、NEXT-GO プロジェクト、来年から始まりますけれども、ファンの皆さんにとって、初年度が、皆さんの本当に求められているようなレベルに達成するかどうかは、正直わからないんですけども、またそういった変えられる要素、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうような要素も、ファンの皆さんにも、提供していただいて、それを僕たちでまたさらに、改善して、より良い、シリーズになっていくことを願って僕たちもまた頑張っていきますので、皆さんにも引き続きご支援のほどよろしくお願いしたいなと思ってます。これまでの50年間中島会長、中島選手に頑張っていただいたのでこれからの50年若い者に任せていただけたらなと思います。すごいこと言うなありがとうございました冗談です。指定コンビだから許される今のねコメントだと思いますけど、中島さん最後に何かありますか？大丈夫ですか？僕ですか、はい、いやもうとにかく今披露してきたようなことを精一杯みんなでやってきますので、はい、見ていただける方が一緒になって見れて感動して一緒に汗がかけるといいですよねっていうぐらい近くになっていきたいなと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんかもう本当にワクワクするいろいろなね、言葉、そしてこの瞬間から何かが始まる化学反応が本当に楽しみだなというような、お話がいっぱい来ました。すいません、なんかお時間の関係で佐藤さんも渡辺さんももっともっと喋りたかったと思います。いっぱい熱い思いはいっぱいあるので、この後質疑応答がありますからそこでもいろいろとお話しいただければと思いますが、じゃあ第2部のトークセッションは、ここまでとさせていただきたいと思います。ステージの皆さんありがとうございます。さあ見ている皆さんもですね、さあどうなるのかなっていうことをいろいろとワクワクしながらですね、こう膨らんできたかと思いますが、選手のお二人、お忙しい中ではございますが、この後ですね引き続き質疑応答もちょっとお付き合いをいただきまして、このままお過ごしいただければと思います。では、ここからはですね第3部といたしまして質疑応答に移ってまいります。質問をこれからですね受け付けたいと思います。メディアの皆様よろしくお願いします。なおですね本日会見これ終わりましても囲み取材の対応はございません。取材ございませんのでご質問のある方はこのお時間にしていただくようにお願いいたします。それから本日遠方からですね Zoom で参加をされているというリモートでの参加の方もいらっしゃいますので、会場と Zoom 交互に質問を受け付けたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。Zoom の皆様は挙手機能手を挙げるのボタンでねご参加ください。それから会場にいらっしゃいます皆様はこれから手を挙げていただいてご質問いただきますが、右とそれから左ステージ向かって右左にマイクご用意いたしました。そちらまで移動していただいてご質問をしてください。よろしくお願いいたします。では早速お時間も限りありますので参りましょうか。ご質問のある方お願いします。はい、じゃあまず最前列参りましょう。はい、お願いいたします。じゃあマイクの方にすいません、左手の方がお近いですかね。はい、じゃあマイクの方までちょっとはいお願いいたします。で皆様質問の時には媒体名とお名前を頂戴できればと思います。よろしくお願いします。テーブルが多分なんかカーウォッチの谷川と申します。マイク入ってますね。よろしくお願いします。ちょっと2問ほど教えてください。リリース等々をちょっと確認すると技術開発の部分なんですけど、テストカーを
走行させ実証実験を繰り返すとも書いてあるんですが、同時にそのプロセスを逐次世の中にお見せするって書いてあるんですよね。カーボンニュートラルの開発をやっていくとは思うんですけど、世の中にお見せするっていうのは具体的にどの辺を指しているのかっていうのは一つの、話です。要するにパートナーにならないと見られないのかみたいな話とかあると思うんですけど、どのような構想を考えているのが1点と、もう一つはデジタルの部分なんですけど、ドライバーのデータを全部見せますみたいな話があるんですけど、ドライバーとしては、テクニックが全部世界中に公開されてしまうわけで、その辺に対する怖さみたいなのはあるのか、逆に見せつけてやるぜみたいなものなのか、それに加えやっぱカーボンニュートラルフェールの車の最先端の開発をすることに対する抱負をドライバーとしてちょっと教えていただければと思います。ありがとうございます。ではまず最初のテスト結果をお見せするというところは上野さん、僕の方ですかね。はい、に参りましょうか。具体的には来年先ほどCG 見ていただいた車両をですね、各大会の木曜金曜そのレースウィークの直前ですねに実際に走行させまして、そこには例えばその燃料でありますとか新しい AR の素材でありますとか、いろんなそのカーボンニュートラルをテーマにした実験をその場所で行います。で合わせましてエンターテインメントのいろんな実験もその車両に搭載した上で実際実験したものをしっかりとリリースでありますとか、そのウィークエンドに会場に来たお客さんたちにそれをお見せするという形でファンの皆様とメディアの皆様に見ていただくと。じゃあトヨタとホンダだけで共有するわけじゃなくて、全く違います。もっとオープンにしていくってこと。オープンにします。はい。いわゆる我々のいわゆる研究開発のプロセスみたいなものをしっかりと見ていただく。そうやって見ていただいて皆さんの評価もいただきながらアジャイルに進めていくっていうのがこのテストカーの。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、2つ目の質問でございましたけど、ドライバーの方は全部テクニックを世界中にさらけ出すのはウェルカムなのかという話を上さん。はい、もうめちゃめちゃウェルカムです。素晴らしい。もしそれを見て僕の走りをコピーできるならばもっと速い人いっぱいいると思います。だっていろんなドライバーのハイブリッドができるわけなんですから。なるほど。でもそれができないから僕らプロドライバーとしてまだこの年でもレースをできてるわけなんですよね。だからデータを見て分かるっていうのはこうやって走るんだっていうのは分かるんですけど、僕らやっぱり五感で走ってるんですよね。五感で走ってるからその感覚1個でもセンサーがなくなると同じように走れないという意味で見せても全然大丈夫なんですよね。セッティングとかそういうのを見せても同じようにならないですやっぱり車って。それぐらいやっぱり緻密なことをしてるので見せるのは全然見て逆に分かるのかなっていう方が心配なぐらいです。だから考えないといけないのはどうやって見すか、どうやったら分かりやすいのかっていう方の方が本当にそのお客さんに見てもらう部分にとっては僕は大事なんじゃないかなっていうふうに感じます。山本さんはいかがですか。はい、同じです。だってワールドチャンピオンの走り方をね誰でも見られるってなったらそれはやっぱり嬉しいことだと思いますし、自分のだけ出ちゃうっていうのはちょっとマイナスな面もありそうですけど、みんなのドライバーの各選手のデータを見ることによって自分の能力をまたさらに引き上げて、それを見た他のドライバーをまたさらに上げることができれば相乗効果じゃないですけど、より良い質の高いものが見せられるんじゃないかなとは思ってます。はい、あとカーボンニュートラルの開発の最前線に立つってことに対して何か抱負があればドライバーの方にコメント一言ずついただきたいなと思って。そうですね、これも誰もができるお仕事お手伝いではないと思うので、そういうものに携わらせてもらえて、本当に50年後に50年前に山本直樹っていうドライバーが最初に開発してたねっていうような話がもしなってくれたらそれはすごく光栄なことですし、そういうふうなところを目指せたらなとは思ってます。水素をやってるカムイさんはどうですか。はい、そうですね、先ほど言われた僕も水素にもうすでに携わっている、立場で、スーパーフォーミュラのこのカーボンニュートラル、多分違う方向になるんじゃないかなとは思うんですけども、ここのトライっていうのは僕が見てるのはやっぱりその50年後とか100年に本当に日本が豊かな自動車産業があって経済もうまく回るために今ここでやっぱり何かこういうカーボンニュートラルでできる新しいエネルギーっていうのの開発をやっていかないと気がついたら日本ってすごい後退した国になるんじゃないかなっていう僕は不安があって、それはいろんな国に行った時に例えばヨーロッパにいる時にあれだけの EV って推してるんですけど、いろんな僕はそれを聞いた時に不安もあるんですよね。それをここで言う必要もないと思うんですけど、ただ
その中で日本を見たときにこのカーボンニュートラルっていうチャレンジ EV だけじゃなくてやっぱり他の選択肢っていうのを今技術開発で20年かけてやるんじゃなくてできるだけ早く作るっていうことが今一番僕は重要なんじゃないかなって思ってて、そのためにモータースポーツをその技術開発で使ってもらうっていうのは僕たちは本当に僕たちの10年後ではなくて僕たちの50年後もしかしたら子どもの世代に向けてちゃんとした未来を作るっていう意味のチャレンジになると思うのでもうそれは本当に僕個人としては日本が50年後も豊かであってほしいっていう願いがあって、ぜひとも、協力して一緒にいい未来を作りたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。非常に熱のこもった Q&A でちょっとですねたくさん質問を受け付けようと思ったらもうここが実はですね3時から一般営業というものがございますのでちょっとお時間に限りがありますので最後のちょっと会場で一問を受け付けたいと思いますが、よろしいでしょうか。では参りましょうか。はい、そちらの、シャツをはい、はい、今そうですねお願いします。じゃあ媒体名とお名前をお願いいたします。日経クロステックの清島と申します。これは上野さんへの質問になるかと思うんですけれども、デジタルプラットフォームについて2つ疑問がありまして、まずその技術的にですねどういうハードルがあるのかということですね。その素人目に見るとオンボード映像ってかなり乱れるので。そのアプリで提供するとかっていうことになるとまだちょっと技術的に難しいのかなと思ったりもするんですけど、その技術的なハードルの点ともう一つはその、先ほども話題になったようなそのレース運営的なことですね。その無線で話していることは筒抜けになるということになると1号車の燃料がきついっすっていうのが中島さんに伝わるのが同時に他のチームにも伝わってしまうと。OTS はほとんどないっていうのも伝わるとかっていうことになるといろいろとちょっとレース運営上まずいような気もするんですけど、その辺っていうのはどう考えているのかと、デジタルプラットフォームについてその2点お聞きしたいです。はい、じゃあ上野さんお願いします。まず車載カメラの件ですね。まずねに関しまして当然いわゆる映像の解像度と通信環境のバランスがございますので、そこをどこに妥協点を持ってくるかと。いわゆる例えばそのテレビに見るための高解像度の映像を送る場合と、いわゆるスマホ最適で手元で見られる映像の最適度が違いますので、いわゆるそのローデータで送ることによって、まずはその選手の網羅性を優先してやっていくという、まず開発の方向性はそこですね、一つは。それ答えになりましたでしょうか。はい、そういったところの今その映像の解像度と通信環境みたいなものをバランスさせながらいかにこの網羅性を保てるかというのを今開発の課題にしております。あとレース運営に関してはさっきも山本少年からも話があったんですけども、一応全チームが同じ条件で開示されますので、基本のレース運営上においては公平であるというふうに考えています。おそらくなんですけど、もし全チームもう流れてるよって言ったら、もうその走る前にチームとどういう会話をしようっていう作戦ミーティングが行われてるんで抜けてるからって僕らはそしたらそのまま思ってることを言うんではなくて、そこをごまかして言う作戦になるのが多分モータースポーツなんですよ。F1 はもうそれをずっとやり続けてるんで、野球のサインみたいな。そうです。だからそういうふうに考えていただければいいのかなと思います。でもそれもなんか面白さの一つです。だから亀井選手は言ったことの裏が本当のことなのでそういうふうに見てもらったり、でもそうやってやってきたのに今回は本当に言ったことが実行されてるぞとか、複雑にどんどんなるんですけど、それである意味複雑になればなるほどより知りたくなるっていうことにもつながると思うので、多分入り込んでもらえるんじゃないのかなとはドライバーとしては思いますけどね。わかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。質問いただきました。さあ、そしてまだなんとかお時間作れそうです。ズームの方がないので会場の方にも参りたいと思います。じゃあ手前の、はい、方どうぞお願いします。モータージャーナリストの島下と申します。今日は夢のある
セッションありがとうございました。すごく楽しませていただきました。2つ教えてください。ドライバーズファーストという、テーマが掲げられてます。で、中島さんがおっしゃったかっこよくあるべきというのはすごく、はい、分かりました。はい、関心というか感動したというか、そうだよなと改めて思ったんですけども、今一方でレーシングカートやってる、子どもたちの人口がすごい減ってたりして、というのを聞きます。で、子どもだったりそこにお金を出す親に、夢を持ってもらう、あるいは、インディーのように世界からドライバーが来るとか、あといろんなチームが出てきて盛り上がるとか、そういうためには稼げる必要もあると思うんですね。有名な話とちょっと真逆みたいですけども、そういう意味でこのスーパーフォーミュラのビジネス、今後長く続かせていくために、その稼げるというか、そういうビジネスとしてみんなが潤うビジョンみたいなところっていうのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。ちょっとみんな見る人が増えればもちろんそうなるとは思うんですけど、ちょっとそれだけだと弱いよなという気もするので、そこを教えていただきたいなと思います。はい、これは上野さんで僕の方からですか。はい、はい、ストレートに稼げるというなると、やっぱ賞金が一つございます。当然ドライバーそれぞれメーカーとも契約もありますし、個人でスポンサーを持っています。ただ我々のプロモーターの立場でまず賞金というのがあります。で、賞金についてはですね、当然今のこういったビジネスがしっかりと確立されて、ファンも増えて、我々がこういったしっかりと有料映像で、事業として成立するようになってくればですね、当然そういったものは賞金に変えて、どんどんハイレベルな賞金のレースにしたいなというふうには考えています。それは答えになってますかね。チームも儲かるというか稼げないと、ビジネスが全体のビジネスが回る。なるほど、はい。当然それは我々のこのプラットフォームが今後認知されることによってファン数が増えれば、当然チームのスポンサーメリットも増えてきますので、そういう相乗効果によって、チームが潤うという形になれば、それはもちろんそうなんですけど、今までもそうだったけど、なかなかそうなってない現実があるので、なんかもう一歩踏み込んだことは考えとかはないのかなという。あれですよね、チームを潤わしてあげないといけないですよね、おそらく。で、チームが潤ったチームのお金で、僕たちがチームと契約して、速いドライバーがいいお金をもらえるっていう方の方が、だから綺麗な見え方な気は僕もするんですよ。やろうとするチームが増えるとか。今さっき言ったドライバーの賞金というのは別にドライバーに限っての話ですし、例えばメディアを今後我々がビジネスとして立ち上げた上で、そういったものをしっかりとチームにもシェアできるような仕組みを作ってまいろうと考えています。ただ今具体的にお話しする内容がないものですから、はい、わかりました。そこは会長からもしっかり言われておりますので。はい、引き続きこういう場をぜひ作ってください。ぜひ、はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、あとお一人いけますか。はい、あとお一人いけます。では、一番。こんにちは、スティンガーの山口です。聞きたいこといっぱいあるんですけど、とりあえず上野さんに、だけにで遠慮しておきます。はい、すみません、一問だけということでお願いしたいと思います。業界内の結束っていうことで非常によく理解できたんですけど、逆に今度外からの視点っていうのを考えたときに、例えば女性誌にどうやって展開するかとかみたいな具体的なことっていうのは何かお考えでしょうか。すみません、今その件については具体的なプランは持ってないんですが、こういうかっこいいドライバーがいますので、女性誌は放っていかないと思うんですけども、当然女性にとって、心地よいサーキットであるっていうのは僕はそのサーキットの頃からもすごくずっと感じてましたので、いかにそういった女性たちにアピールするかっていうのは課題とは認識しています。そうですか。まさに今お話あったのは、いわゆる我々マニアから見て非常に嬉しい話なんですよね。でもそうすればするほどどんどん狭い方に行ってしまう、ちょっと心配が40年この世界にいるおじさんとしてはしたんで、今の質問だったんです。はい、僕の意見いいですか。ぜひ。ありがとう。多分女性誌というよりも女性に人気出るには悪い言い方すればドライバーがもうちょっと今風のチャラい感じでもいいんじゃないかなって思うんですよ。例えば韓流スターがすごく人気じゃないですか。であれってやっぱどっちかと言ったらセクシーに見えたりとか、どっちかというと今のレーシングドライバーってすごく真面目に見えて硬いイメージのドライバーが多かったりするし、なんか実はもうちょっと裏ではカジュアルなんですけど表向きはすごくカチッとしているように見せたりしてて、多分そこにも僕は若干原因があるんじゃないかなって
っていうふうに思ってるんですよ。なるほなので正直そしたら僕たちが女性誌に出たからって本来の自分たちのいいところを女性誌で見せれるのかと言ってもおそらく見せれなくて本来の効果っていうのは得れないと思うんですよね。だから考えないといけない部分でいくと雑誌に載っけることだけは目的じゃなくて載っけた時にどれだけのお客さんがそこにこの人を見に行きたいって思ってもらえるかっていうところもすごく重要なポイントになってくるのでそれはやっぱりもっと見せ方っていうのはたくさんあると思うんですよね。その女性誌だけじゃなくてもこの人を応援したいっていう例えば女性のファンが多いドライバーもちょっとはいると思うんですよ。だからそういう人らはなんでそうなのかっていうところを見ながらおそらくドライバーのその見せ方っていうところもレベルアップしていかないといけないんじゃないかなっていうのは僕自身は思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。プラス今年女性誌だけじゃなくて今年タチアナ選手、去年から参戦してますけどタチアナ選手も出ていることを考えるとモータースポーツ国内のモータースポーツの人気を上げるのは決して女性誌に載ることがメインでは正直ないと思いますし女性誌だけじゃなくて一般誌に乗ることも大事だと思います。やっぱりこのレースを盛り上げるためには認知度を上げないといけないので車を知ってる人に伝えることだけじゃなくてやっぱり知らない人にどうやって魅力を伝えるかそういうのも大事かなと思いますけどね。女性誌っていうのはまさにおっしゃるように中島さんが最初に生田さんに憧れてそれタラップを降りてくるのを見てというところから流れがどんどん来てそれを受けて、瀬名と中島さんを見てっていう流れがありましたよね。でそういう流れで当時はもっと今でいうそれこそ女性誌みたいな一般誌のいっぱい載ってたんですよ。僕はタラップ降りてくる写真は週刊プレイボーイで見たんですけどなのでそういうふうにこっち向きではなくて外向けに、はい、ぜひ広げてほしいですっていう。ありがとうございました。はい、貴重なご意見としてこちらの方を承りました。ありがとうございます。そのあたりは多分これから、今までたくさんのメディアの皆さんと接していらっしゃいますトヨタさんやホンダさんのいろいろな多分お力というのもこれから加わってまたそういうアイデアなんかもいろんなところから出て、多角的に多分ねこれから、上野さんもプロジェクトリーダーですからいろいろとアイデアをですね、世に出していくプランをこれから作っていくまさに今キックオフな状態だと思いますね。また期待してちょっとご意見をいただければというふうに思います。はい、ではちょっとお時間が本当にごめんなさい。この感じでちょっとねまだまだ熱いトークはあるんですけどすいません。ぜひ皆さん今週末鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラの最終戦がございますので、そこでメディアの時間はたっぷり取れると思いますのでぜひそちらに足を運んでいただくとカムイ選手とそれから山本選手の走りもですねしっかり取材で見ていただいて。すいません僕いないんですよ。僕バーレーンに今晩から飛びます。もう飛行機の時間が心配になってきました。全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、そうでした。はい、ということでございまして、オチがありましたけどすいません。ということでじゃあ以上をもちましてねちょっと質疑応答のお時間は終了させていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。さてYouTube でですねご覧の皆さんそして Zoom で報道関係者の皆さんご参加いただいた皆さんにつきましてはこれにてスーパーフォーミュラネクスト号プロジェクト発表会の配信は終了させていただきます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。先ほども申しましたけれども、今週末は鈴鹿サーキットで、JAF グランプリとそしてスーパーフォーミュラの最終戦ということで、開催をされる今シーズンのラストレースになりますので、ぜひ、たくさんの皆さんにお越しをいただいて応援をそして、メディアの皆様にはご取材をいただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いをいたします。さあ、では会場内の方はですねこれからフォトセッションに参りたいと思います。